こんにちは。今日はとても簡単な作り方のプルオーバーを作っていきます。大きくてとても可愛い花模様で作っていきます。よかったら試してみてください。その際は高評価と登録とベルマークをオンにしてください。ベルマークをオンにすると動画を公開した時にすぐお知らせが届きます。ぜひベルマークをオンにしてください。今回使用する糸はダイソーさんのアクリルヤーン 50g で96メートル、白でアクリル 100%、 使用界隈の目安は 5.8 から 6.2 ミリ。これを7ミリで編んでいきます。一部この部分だけ10号で編んでいきます。6ミリです。あとはマーカーととじ針。この糸はこんな感じでアクリル 100% でしっかりとしています。太さは 2.5 ミリぐらい。この糸を使って編んでいきます。まず作り方とサイズについて。今回前身ごろと後ろ身ごろ、それと袖を2枚、それを4つつなげてプルオーバーの形にします。最初この部分から編んでいきます。この部分はこんな感じで細編みを続けて編んでいます。鎖を編んでこう編んでいます。これを編んでから次にこの向き、これを続けて編んでいきます。で、この幅はプルオーバーの横幅。ここには花模様があるので、この全体は12の倍数プラス1にします。必要な横幅でその数を12の倍数プラス1にします。私は今回61。サイズの変更や違う糸で編む場合には12の倍数で変更します。例えば49、61、73とかお好みのサイズにします。私は61で編んでいきます。この部分を61にしたいので、この段数を61段にします。鎖で始めて編んでいきます。この編み方について、まず鎖を編んで編んでいきます。鎖の数は鎖6個。鎖6個で編んだ場合、この幅はだいたい4センチ。これはもっと長くしても大丈夫です。私は少し短めにしました。その時はこの鎖の数を増やします。まずこれを編んでいきます。まず鎖を編んでいきます。この鎖は少しだけゆったりと編んでいきます。鎖を6個。2、3、4、5、6。次は細編み。細編みをするので、鎖をもう一つ。一つ戻って二つ目に細編み。この時は裏返して、この糸が盛り上がっているところ、ここに細編みをしていきます。針から1、2、細編み。次も一つに一つの普通の細編み。端、
これが1段目。次は2段目。鎖を1つ裏返します。鎖の根元に細編み。普段は2本の糸の下に針を入れて細編みをします。今回は2本あるうちの向こう側1本だけをすくいます。これで細編み。次も2本あるうちの向こう側。ここは端の細編み。端の細編みは2本の糸の下。2本。ここまでは1本で、ここだけ2本。次は3段目。2段目と全く同じです。鎖1つ、下の細編みに細編み。この時も2本の向こう側1本。次もこれは端の細編み。端は2本の糸の下で細編みで、次の段も全く同じで、鎖1つ、根元は1本の下で、これを繰り返していきます。このまま編んで、端は2本の糸の下でずっと繰り返していきます。61段になるまで編んでいきます。61段編んできました。長さはだいたい42センチ。次はここ細編みを1段編んでいきます。で、この時も細い方の針。まず鎖1つ。根元に細編みをします。ここに段があって、この端、この段の端、入れやすいところに入れていきます。鎖1つ、細編み、細編み。これが1つ目。もし後で見分けにくくなりそうだったらマーカーをつけておきます。次は今この段の端、次はこの段の端、この段の端のここぐらいに入れていくと穴が目立ちにくくなると思います。ちょっと斜め上から見るとこの部分、ここにも細編み、この端、次はここの端、ここにはこのループに見えるところ、ここに針を入れて細編みをすると比較的目立ちにくいと思います。このループの中、次はここ、ここのこ
この部分に針を入れやすいところがあるので、そこに入れていきます。次はこのループに見える真ん中、他のこんな感じで細編みをしていきます。次はここれで端まで編んでいきます。ここまで細編みをしていきます。終わりまで来ました。一番端はここの2本の糸の下で細編み、次は長編みだけをしていきます。鎖3つ、この時針を太い方に変えます。で鎖3つ、1、2、3、裏返して鎖の根元はこの次から長編みをしていきます。次も全部一つに一つの長編み、このまま端まで長編みをしていきます。端まで長編みをしてきました。これで模様編みの1段目が終わりました。次は2段目。2段目はこの穴のこの部分、鎖3つで始めます。鎖3つ、裏返します。隣に長編み、次も長編み、次も、これで鎖3つと長編み3つ、次は鎖2つ、1、2、足元2つ飛ばして3つ目に長々編み。長々編みは針に糸を2回絡めて1、2、3、2本ずつ引き抜いていきます。長編みの時と同じように2本ずつ、これで長々編み、これが花びらになります。鎖2つ、足元2つ飛ばして3つ目に長編み、1、2、3、長編みをあと2つ、全部で3つにします。ここは長編み、真ん中だけ長々編みで花になります。次は鎖1つ、また長編み3つ、足元1つ飛ばして2つ目、
またこの部分鎖2つ、足元2つ飛ばして3つ目に長々編み1、2、2本2本2本、また鎖1、2、3、長編み鎖1つ、また長編みで、次また花鎖2つ、こんな形になります。次も花1、2、1、2、3、2本2本1、2、1、2、3、これで端まで編んでいきます。花模様2段目の端まできました。今長編み3つ、最後は鎖の下から3つ目、最後の長編み、上が2本で下は1本、ここに長編み、これで花模様2段目が終わりました。次は3段目。3段目はこの部分を編んでいきます。また鎖3つ、1、2、3、裏返して根元の長編みに長編み、これで鎖3つと長編み1つ、鎖4つ、1、2、3、4、1、2、3、4で、この長々編みの両隣、ここに細編みをします。それとこの長々編みの上、こことこことここに細編みをします。次は長々編みの上、次はここ、これで細編み3つ、鎖4つ、1、2、3、4で、次の長編み3つと3つの間、こことこことここに長編み3つ、まずここ長編み、次はこの鎖の下、次はここ、これで長編み3つ、次また花を作っていきます。鎖4つ、4で
ここ、ここ、ここ、細編み、1、2、3、1、2、3、鎖4つ、1、2、3、4で、3つと3つの間、これで長編み3つで、また花、1、2、3、4、ここ、鎖4つ、4、ここ、ここ、ここ、で、次も花模様、このまま端まで編んでいきます。端まで来ました。今鎖4つ、長編みは足元2つ飛ばして3つ目、ここに長編み、1、2、3、長編み、最後はこの鎖下から1、2、3、これが最後の長編み、これが模様編みの3段目。次は4段目、ここを編んでいきます。また鎖3つ、1、2、3、裏返します。長編みの上に長編み、次はこの鎖の下、ここに針を入れて長編み2つ、鎖の下、もう一つ、これで鎖3つと長編み3つ。次は花、鎖2つ、1、2で、細編みの真ん中に長々編み、1、2、長々編みをします。1、2、2本、これで長々編み、鎖2つ、また鎖の下、長編み2つ、1、2、次は長編み3つの端、鎖1つで、足元1つ飛ばして2つ目、長編み、また鎖の下、1、2、3つが2つ、花びらを作ります。鎖2つ、真ん中に長々編み、鎖2つ、
長編み、ここにこれで長編み3つ、鎖1つ、また長編み、こことこことここ、1、2、このまま端まで編んでいきます。模様編み4段目の端まで来ました。次はこの上に長編み、鎖の下から3つ目、これが最後の長編み、端は長編み4つになりました。次はここと同じようにずっと長編みだけ、ここと同じように編んで、これを繰り返していきます。1、2、3で長編み、次は鎖2つの下に長編み2つ、まず1つ目、2つ目、次は長編みの上、鎖2つの下に長編み2つ、ここにも、次は鎖1つの下、長編みを1つ、また1つに1つ、鎖の下、長編みの上、これを繰り返して端まで編んでいきます。これを端まで編んで、ここと同じ鎖3つ、長編み3つ、鎖2つ、長編み、鎖2つ、長編み3つ、鎖1つ、長編み3つで、花模様、鎖2つ、長編み、鎖2つ、長編み、これを編んで
次はここ、次はここ。この4段を繰り返していきます。このまましばらく編んでいきます。次は袖の編み方を説明します。袖もここと同じようにこう編んで模様編みをしていきます。ただこっちと一つ違う点があって、袖はこんな感じでこの幅をこっちよりもだいぶ短くして作っています。この幅は約40センチ。40センチでここをだいぶ狭くしています。これはここと同じ幅でだいたい19センチ。19センチの上に40センチのこの模様編みをしています。そうすると後で縫い合わせて切るときにふんわりと広がって可愛くなります。まっすぐ編んでも大丈夫です。今回はこんな感じでふんわりと編んでいきます。40センチぐらいで、この部分の長さはご自身の腕に合わせてみて、だいたい好みの長さになるまで。私は19センチで、段数は28段。この段数はいろんな段数でも大丈夫なんですが、偶数にします。まず同じようにこの細編みを編んで、途中で腕に当ててみて好みの広さにします。で、ここからさっきと同じように編んでいきます。28段編んできました。この段数は偶数にします。次はさっきと同じように細編みを編んでいきます。この細編みの数は作りたい袖の幅、私はこの花4個分だいたい40センチにします。40センチにするために12の倍数プラス1で、これから作る細編みの数を49にします。49でこれぐらい、幅40センチぐらい。ここに49の細編みをしていきます。で、細い針でだいたい1つに2つ編むことになります。途中で1個に調整して、で必要な数だけ細編みをしていきます。まずこの段の端、細編みで、次はここで、ここを2つにしていきます。ほとんど1つに2つ、途中で何箇所か1つに1つという感じになると思います。1、同じところにもう1つ、次もで、たまに1つにして調整していきます。で、この時に最初にだいたい2つに折って、この範囲に必要な細編みの半分の数とか、これで目安をつけて細編みをしていくとやりやすいと思います。このまま必要な数まで細編みをしていきます。必要な数だけ細編みをしてきました。次はさっきと同じように長編みだけを編んでいきます。で、ここで針を変えます。1、2、3、裏返して鎖の隣、
編み、このまま端まで長編みを続けます。長編みを続けて、でさっきと同じこれを編んでいきます。花が出来上がったらまた長編みだけ、これを繰り返していきます。で身ごろと袖をしばらく編んできました。今袖の長さはここから測って約50センチ、横幅は40センチ。私はこれぐらいの長さにします。お好みによってはもう少し長くしても大丈夫です。その時にはこの模様をもう少し編んでいきます。今花模様の数が1,2,3,4,5,6、その上は長編みだけになっています。で同じものをもう1枚、これで袖が2枚、編んできた糸は少し長めに残して切っています。次は前身ごろを紹介します。裾から測って長さは47センチ、ちなみに横幅は52センチで、花の数を数えると1,2,3,4,5,6、最後は花模様で終わっています。サイズの変更をするときもこの花の数を変えていきます。で最後は花で終わります。で糸は切らずに置いています。次は後ろ身ごろ、裾から測って長さは53センチ、花の数を数えると1,2,3,4,5,6、花模様の上に長編みだけを1段、次は花模様の下の段、この部分を編んでいます。ただこの長々編みを長編みに変えています。こっちは全部長々編み、ここだけ長編み、こんな形で終わります。前より後ろの方がこの部分増えています。で表と裏を確認します。この長編みだけの段が表の方が表でずっと編んでいって、ここが表でこっちは裏。次は表を上にして襟ぐりを作る位置にマーカーをつけます。糸は切らずに置いておきます。襟ぐりを作る位置、私は中央を約27センチ、マーカーをつける位置はこの長編みの上、私はこの花の終わっているところ、この延長線上にマーカーをつけています。ここでも大丈夫です。こことかこことかここ、このいずれかで好きなサイズになる位置、私は広めで27センチにしました。次は残っている糸を使って続けて編んでいきます。この範囲だけ同じように編んでいきます。ここから細編みで1段編んでいきます。この範囲だけ編んでいきます。これは後ろ身ごろ、鎖1つ編んで
裏返して細編み1つ。今ここは表が上になっています。次も細編み、次も一つに一つの普通の細編みをしていきます。次は鎖の下、細編み2つ、長編みの上2つ、ここは細編み1つ、最後はマーカーのところ、これでこの範囲だけ細編みができました。ここでストップします。鎖1つを編むようにして、この糸端は長めに残しておきます。で、同じようにこちら側、ここでは新しく糸を持ってきて、鎖1つと細編み、このまま端まで細編みを続けます。ここまで細編みをします。最後は鎖の下から3つ目、ここで少し長めに糸を残して糸を切ります。次は前身ごろです。さっきと同じようにマーカーをつけます。中央は27センチぐらい。この長編み3つと花の境目にマーカーをつけました。で、前身ごろもこの範囲で編んでいきます。どれだけ編むかは、これは後ろ身ごろ、前身ごろ重ねて、裾から花模様が揃うように重ねて、あと必要なのはこことこことここ、この長編みだけの段と花模様の下、それと細編み1段、この3段を編んでいきます。このマーカーをつけたところから1、2、3段編んでいきます。今ここから糸が出ているので、これを使って編んでいきます。次は長編みだけを編んでいきます。今までと同じように鎖1、2、3、裏返して、で1つずつ長編み、次もこのままマーカーのところまで同じように編んでいきます。ここまでマーカーのところまで来ました。マーカーのところにも長編み、次は2段目。2段目はここは長編み、今までは長々編みだったところを長編みにします。このまま編んでいきます。鎖3つ、裏返して、次は長編み、
でこのままこれを編んでいきます。その次はさっきと同じこの細編みを編んでいきます。端まで編んだら最後糸端を長く残さなくても大丈夫です。これで襟ぐりができました。後ろはこれぐらい、前はこれぐらい、次はこれを重ねて肩を縫っていきます。肩を縫う時には内側を表にします。次は肩を縫っていきます。今内側が表になっています。表を内側にして、ここからここまで外側から糸が出ている部分から縫っていきたいと思います。今手前から糸が出ています。このまま向こう側、この2本の糸の下で、端の2本の糸の下で、向こう側同じところ2本の糸の下で、これでつながりました。しっかりとさせるためにもう一度同じところ、これでつながりました。次から一つずつ縫い合わせていきます。端から2つ目のこの2本の糸の下、向こうも2つ目、2本の糸の下で、様子を見ながらあまりきつくならないように縫っていきます。このままこの端まで縫っていきます。端まで来ました。端の細編みにも針を入れて、向こう側で、端はしっかりとさせるためにもう一回、ここに糸端があるのでこれと結んでおくと楽です。しっかりと結んで、あとはこの糸端を隠します。他の糸端も隠します。反対側も同じように肩を縫っていきます。肩がつながりました。次は袖を縫い付けていきます。まずここが中心、この模様の中心はここ。こういうクリップがあったらこんな感じで大体で留めていきます。こっちも伸ばして同じぐらいの間隔になるように、花と花の間がちょうどこれぐらいになりました。こっちも大体で合わせても大丈夫です。でここから縫っていきます。今裏が上になっています。で残していた糸端を使って縫い合わせていきます。私はこれぐらいから
この長編みのこのつなぎ目ぐらいから始めていきます。で、端はもう一度で、次で、この長編みには2回ぐらい針を入れて縫っていこうかと思います。これは大体で大丈夫です。表を様子を見ながらきつくならないように縫っていきます。このまま端まで縫っていきます。端まで来ました。最後はこの鎖の123、向こうはここらへんで、もう一回で、あとはほどけないように隠します。反対側も同じように袖を縫い付けます。肩を縫い付けました。次は脇を縫っていきます。今表が上の状態、表を上にして揃えて、でここから縫っていきます。とりあえずここまでで、新しい糸で、この時重ねる時にはこの段差が横から見るとこんな感じなので、ここをつなげる時にもこんな感じで、こっちを上こっちを下で、こんな感じにしようと思います。新しい糸を持ってきます。後で糸の始末が楽なように目立たないところに針を入れて、もう一回ぐらいこことここを重ねます。で、こんな感じでまずここから糸を出します。2本の糸の下、次はこっちの端、ここは1,2,3,4で、向こうの2本の糸の下、力これでつながりました。で、もう一回しっかりとさせます。で、今一つ目から糸が出ています。次からこう交互に縫っていきます。で、針を入れるのはこの一つ目と二つ目の間、こ
こに針を入れて縫い合わせます。向こうはこんな感じにしたいので、こことここの間、今度はこの鎖に見えるところの下の方、で縫い合わせていきます。まずこの1つ目と2つ目の間、向こうも1つ目と2つ目の間、2つ目と3つ目の間、で向こうは1、2、3、2つ目と3つ目の間、これでつながりました。しっかりとさせておきます。でこれを内側に出します。でここからは裏から縫い合わせていきます。今裏が上になっています。裏を上にして簡単に縫っていきます。まずここに細編みがあるので1回ぐらい、なるべく目立たないようにこの糸端は後で隠します。次は長編み2回ぐらい針を入れて、なるべく目立たないように次も2回ぐらい、このままずっと編んでいって、この脇の下に当たる部分、ここは何回か針を通してしっかりとさせます。で今度は袖の方も同じように縫って、でここまで同じように縫っていきます。でここでまた表に返して改めて縫っていきます。とりあえずここまで縫っていきます。脇と袖を縫ってきました。今足元を見ると細編み、こっちも細編み、ここも合わせます。次はこれを
表に返します。裏返します。裏返しました。次はこの向きに縫っていきます。こことここ、こことここ。まず数を数えて1、2、3、4、5、6。こっちも確認します。1、2、3、4、5、6。ここも縫っていきます。さっきと同じようにこっちを上、こんな感じにしたいのでこっちを上にして、そうするとこの鎖に見えるところのこっち側、まずこっちはこっちからここ、これで間。次はこっち側、こっちはこの間ぐらい、だいたいで大丈夫です。で、こことここの間、これで端まで縫っていきます。これで端まで来ました。端はもう一度2本の糸の下に針を入れます。こんな感じになりました。で、ここに糸足があるのでここと結んでおこうと思います。で、あとは裏でほどけないように糸足を隠します。最後に細編みをします。スタートするのはここぐらい。ここが縫い合わせたところ。この少し後ろ、背中側、目立たないところからスタートします。で、編んでいくのは、まずここ。次はこの部分。ここに細編みを2つぐらい、目立たないところに入れていきます。次は鎖3つ。ここに細編み2つぐらい。次の長編み。ここも2つぐらい。次、鎖2つの下に細編み2つ。長々編みに1つ。で、また2つ。で、
一つ一つ一つ、ここに一つ、こんな感じで一周します。まずここ、なるべく目立たないようにしていきたいと思います。同じところ、鎖一つと細編み一つ、これが一つ目の細編み。マーカーをつけておきます。次はこことここぐらい、入れやすいところに入れていきます。次はここぐらい。次からこの鎖、こことここに入れていきます。1、2、1、2で、1、2、長々編みの上、で1、2、こんな感じで一周します。こっちでもこの縫い合わせたところの両隣、ここぐらいに一つ一つで、ここに一つ、二つ、二つと編んで一周します。ここまで戻ってきます。細編みで一周してきました。最初の細編みに引き抜きます。もう一周細編みをしていきます。鎖一つと同じところに細編み、これは一つ目、次から一つに一つずつ、全部一つに一つの普通の細編みをして一周します。このまま一周して戻ってきます。2周目を編んできました。最後に針でつなぎます。これが最後の細編み。最後の細編みから糸を抜きます。これが最初の細編み。この隣に針を入れます。端から1、2、2本の糸の下、手前から向こうに針を入れて、最後の細編みに戻ります。上から針を入れます。で、裏に出して、これを引き締めて整えます。あとは裏でほどけないように隠します。で、他の糸端も隠します。で、
これで出来上がりました。とても可愛く出来上がっています。襟ぐりは広めにしました。可愛い模様になりました。裾と袖にリブ編みをつけました。ふんわり膨らんで可愛いシルエットになっています。襟ぐりの形と合っています。丈は短めで袖は長め。サイズを測りました。上から下まで54センチ、横幅53センチ、袖の長さは49センチ、でリブは4センチ、使った糸の重さは 380g。こんな感じになりました。最後までご視聴ありがとうございました。